しかし、とどめを刺されたからといって、いつまでも伏せっている青崎青子ではなかった。早々に夕食の片付けを済ませ、はじめのお風呂をアリスに譲って居間を後にする。洋館では人のいない場所に電灯はつけない決まりなので、明かりがついているのは居間と彼女たちの部屋ぐらいだ。2階は暗闇に包まれている。長い月明かりだけが頼りの廊下をスタスタと移動して、青子は2階東側の最奥にある自室にたどり着いた。結論として、やっぱり、騙し討ちは気に食わない。お。廊下を歩きながら、いや、今からずっと考えていたのか。部屋に戻るなり、青子はきっぱりと断言した。やるにしても隠れるのはなし。正面から堂々と、向かい合って理由を言う。情にかけられての精一杯の譲歩ではない。単に彼女にとってそういうあり方がスタンダードというだけだ。よし。そうと決まれば。自分の意思を確認して隣の書斎に向かう。木曜棚の当時欄、緑の背拍子と。無数の本の中から迷わず一冊を抜き取る。青崎の家から運び込んだ入門書は月曜から土曜と6つのカテゴリーに分けられていた。青子は蔵書を項目、分類、用途に分けて大まかに記憶している。必要な知識、資料の検索には時間は取らない。書斎の主として最低限の務めである。などと選ぶっても、所詮はちっぽけな書斎の管理のみ。別館にある図書室は青子もアリスもお手上げの真靴だ。もしもこの書斎だけで用が足りないのなら、アリスに声をかけて別館に赴くしかない。できればそれは避けたいところだけど、と。緑色の分厚い早朝の本を机に置いて、椅子に座る。丈夫で硬質で温かみのない机。まだ年若い少女が愛用するものではないが、青子はこの洗練されすぎて骨しかないような豪華さが好きだった。古びた本のページがその机の上ではらりとめくられる。アリスみたいな結界は私にはまだ無理だ。人払いはその場所自体に頼らないといけないか。例えば山奥。例えば林中。例えば生徒のいない深夜の校舎。場所自体に魔術をかけなくても、よっぽど運が悪くない限り誰もやってこない場所が望ましい。茨の壁だの魔力の霧だの。そういう回りくどいのもなんだしな。退路を断つっていうなら、もっと見た目にも状況的にも派手な方が効果的だし。ぶつぶつと自分好みの初歩的な術式はないものかとページをめくる青子。言うまでもなく彼女が探しているのは昨夜の目撃者を始末する方法だ。魔術は万能ではあるが有限である。基本的にここにあるもの、ここで起きることを実現時間や必要経費を多少無視して発現させるだけのものだ。この世界で起き得ない現象は魔術では発現できない。要はショートカットを使いまくった等価交換だ。人の手で可能となる現象を個人の力で実行する。それが一般的な魔術のあり方である。単純な話、その気になれば巨大な湖をこの洋館に持ってくることもできる。けれど、この世にないものを持ってくることは、たとえ小指の先ほどあろうと許されない。例えば、青子単体で F15 のアフターバーナー並みの熱量を放出できたとしても、
それは魔術式によって青崎青子という回路が一時的に入力の変換になっただけだ。導き出されるイコールそのものは現実に起こり得る数値となる。だがそのイコールそのものが現実にないものである場合、術式は成り立たない。魔力という架空要素は発火の瞬間だけ秩序の網をくぐり抜ける嘘のようなもの。この世にないものを形にすること、幻想が現実を犯すことをこの宇宙は容認しない。とは言っても、エーテルは基本何にでもできるんで、大元が嘘なんだっけ。魔力だけで構成されたものは、幻想扱いされて急速に消えていくとか。典型的な結界、茨の壁とかは、もともと茨を生やしておいて、魔力で一気に成長、強化してるものだし。魔力っていうのは結局、使い勝手のいいガソリン兼、事象に火をつける火花ってわけで。まああれだよね。多分ここら辺の説明でわかると思うけど、わからん人に例えるのであれば、そうやな、鋼の錬金術師のロイマスタングなんかがそうだよな。あれもね、なんかまあ多分、ハガレンくらいだったらみんな知っとるからあれかもしれんけど、そのロイマスタングっていうね、その炎の錬金術師がおるわけだけどさ、その、錬金術のその刻印が入った手袋があってさ、そいつを媒体にして、火を起こせる人なのよ。まあそんな感じよ。なんて言いつつ、架空要素云々より、基本的な回路の接続と、魔力を加工して弾くことぐらいしかできないのよね、私。例えばそうだな。あとはライターとかもそうだよね。ガスがあって、火打ち石があって、それを摩擦させることによって起きた火花で、ガスを燃焼させるっていうライターの仕組みがあるけど、そこら辺の仕組みってのを、すっ飛ばして、火を起こすみたいな。そのエーテルっていうその魔術的な要素を用いて。けどそれは現実的な炎であって、そうだな、なんて言うんだろう。もう宇宙爆発みたいなさね。その指先一つで炎は起こせるかもしれんけど、指先一つでビッグバンを起こすことってのはなかなか難しいっていう。まあでもビッグバンも現実的な要素だから、あれなんだろうね。やろうと思えばできるんだろうね。ただそれなりに手間が必要だと思うけど。だからその、万能であっても有限ではあるっていうのはそういうことやね。あははと笑って今の自分に作れる結界は何かと検索する。目撃者の素性は不明だが、相手が同じ高校の生徒なら呼び出す口実はいくらでもある。問題を呼び出した後だろう。そうなると、問題は命中率よね。一撃で決めないと逃げられちゃうだろうし。正直アリスのサポートなしでうまくやれる自信はない。けれど相手が一般人なら自分だけで十分と青子は助力を一切拒否したのだ。半人前ではあるが、青子にも魔術師としてのプライドがある。ページはリズムよくめくられていく。パラパラと小さな音を立てる中、青子の指がピタリとあるページで止まった。見つけた。小さな微笑。それは記憶の片隅にあったただ壊すだけの単純な魔術式。檻をね、作ればいいのよ。狩りをする時の常套手段じゃない。獲物を逃げられないようにするのは。ページにしおりを挟んで部屋に持ち帰ろうと立ち上がる。不意に視線を感じた。夜を通す窓に冷め切った目の少女が映っている。それが今の自分の顔であることを青子は冷静に受け止める。目撃者を消す計画を立て始めた。いや、計画なんて複雑なものではない。これはただの作業。事前に檻を作っておき、そこに獲物を誘うだけの話。全くもって何の言い逃れもできない暴力だ。さ、そろそろアリスは上がったかな。
青子は冷めた心に熱を戻すようにどうでもいい独り言を口にした。アリスに初めの入浴を譲ってから20分近く経つ。彼女のお風呂はカラスの行水よろしく10分もあれば終わっている。アリスはお風呂の情緒を理解できないタイプで、風呂はあくまで体のメンテナンスをするものと捉えている。温泉宿の素晴らしさもアリスにとってはなんか面倒なところに過ぎず、そのあたりには本気で同情する青子だった。よし、浴場はカラッと。あれ、居間に電気ついてる？入浴を済ませた後、アリスが居間にいるのは珍しい。話し合いのない夜はさっさと自室に戻るのが彼女のスタイルなのだが、アリス、いるの？こくりと名付くアリス。読書中でもなく、彼女は青子を待っていたようだ。そういうこと。私も信用ないな、ほんと。はぁと頭をかく青子。信用されていないのか、心配されているのか。クオンジアリスの表情は静かすぎて、いまいち真意が読み取れない。方針なら決まったけど、聞く？その顔を見れば聞かなくてもわかるわ。迷いがなくなったのはいいことだけど。悪い癖ね、青子。小さなため息。この国威の少女がこれ見よがしに落胆を表すのは珍しい。ええ、騙し討ちは趣味じゃないから。殺すにしても正々堂々、正面から理由を言った後にする。それならすっぱり後腐れもないし。文句ある？文句はないわ。そういうの好きか嫌いかはこの際関係ないでしょうし。けど確実性はどうかってことでしょ。私いまいち命中率悪いし、その辺の問題は場所選びでフォローしようかなと。私はアリスのようにはいかないから、物理的に逃げられない場所にしようと思うんだけど、何かアイディアない？青子からの相談に、そうね、と一行するアリス。そっと唇に当てた指が彼女好みの質問だったことを示している。鏡はどう？鏡の国なら永遠に閉じ込めていられるけど。あんた、そういうところ常識ないわよね。というか悪趣味と青子は顔をしかめる。同居人なりのクリティカルなアイディアだったのだろうが、とても参考にはならない。青子は自分に用意できる結界を知りたいのであって、魔法スレスレの大結界など望んでないし、用意もできないのだ。なら他を当たるのね。でもここを使うのだけはやめてちょうだい。言われなくても分かってるって。けどそうね、ミラーハウスはいいアイディアかも。にやりと笑って青子は壁に寄りかかっていた体を起こした。サンキューアリス、全体の流れは出来上がったわ。ほんとこういうのってダメ元でも相談してみるものよね。ご機嫌な様子で立ち去る青子。どんな青写真ができたのかはアリスには見当もつかないが、彼女なりの万全の策ができたらしい。鼻歌混じりに浴場に向かう同居人。ここ1年半の経験家。北緯の少女は、青崎青子は有頂天になった時こそ信じられないトラブルに見舞われることを知っていた。青子一人に任せていいのかですって。いつから今にいたのか。コマ鳥のような鳥がチチチと鳴き声を上げながら調度品の上をかっ歩する。そうね。彼女が一人でやると言ったのだから任せるのが正しい信頼関係なんでしょうけど。
北緯の少女の腕が上がる。口づけを許すように差し出された指先にチチチと鳴き声が舞い降りる。嫌な話だけど、信頼と信用はまた違う話よね。そやね。声なき鳥がそのでっぷりとした胸を張って同意する。わりかし物騒な同居人のささやきももちろん青子は知る由もないのだった。